今回は円周率に関するこの等式が成り立つことを証明するのだ。なんだか不思議な式ね。本当に成り立つの？分母に奇数が順番に並んでいて、それを交互に足したり引いたりしているわね。最後の点々はどういう意味？これは右の式が無限に続いていることを意味するのだ。つまり足したり引いたりを繰り返すほどどんどん4分の π に近づいていくのだ。ちなみにこの式はマーダバ・グレゴリー・ライプニッツの公式と呼ばれているのだ。それってマーダバさんとグレゴリーさんとライプニッツさんが発見したということ？その通りなのだ。ただし3人で一緒に発見したわけではなく、それぞれが独立に発見したと言われているのだ。マーダバは1400年頃に活躍したインドの数理天文学者で、この3人の中で最初にこの公式を発見したと言われているのだ。グレゴリーはスコットランド生まれ、ライプニッツはドイツ生まれで、ほぼ同時期に活躍した数学者なのだ。この2人はマーダバの200年以上後の時代の人たちなのだが、マーダバの数学は西洋に伝わっていなかったようで、この2人も独立にこの公式を発見したと言われているのだ。この動画ではこの公式を最初に発見したマーダバの証明方法を紹介するのだ。またマーダバはこの公式を改良し、円周率を効率よく計算する方法も編み出したとされているので、その方法も紹介するのだ。よろしくね。それではまず正方形に内接する円を考えるのだ。この円をこの図のように4等分し、右上の一つに着目するのだ。これを拡大するとこのようになるのだ。マーダバは半径を r として計算していたのだが、計算を簡単にするためこの動画では半径を1として計算するのだ。そしてこのように対角線を引くと、この青い線は円周の4分の1のさらに半分、つまり円周の8分の1であり、円周は 2π なので、この青い線の長さは4分の π になるのだ。これは公式の左辺の値ね。そうなのだ。そしてこの青い線の長さを別の方法で計算することで、冒頭で説明した公式が得られるのだ。そのためにまず円の中心を O と置く。そして自然数 m を適当に選び、正方形の上の辺を m と置分し、それぞれの点を左から A0、A1、A2 と置いていくのだ。この図では m 等分されていないように見えるかもしれないが、 m 等分されていることにしてほしいのだ。ここで点 O と点 AN-1、点 O と点 AN を結び、 OAN-1 と円が交わる点から OAN に垂直に線を引くのだ。これを他のところでも同じようにして線を引くのだ。この赤い線たちを合わせるとさっきの青い線と大体同じね。そうなのだ。そして m を大きくする、つまり等分する間隔を短くすれば、赤い線たちは青い線にどんどん近づくのだ。だから赤い線の長さを計算して合計し、 m を大きくすれば青い線の長さ、つまり4分の π が求められると考えられるのだ。マーダバはこれが当然成り立つものとして証明しなかったようなので、この動画でも証明は省略し、赤い線の長さの合計が m を大きくすることで青い線の長さに収束することを前提に話を進めるのだ。それでは赤い線の長さを求めていくのだ。まず補助的に点 AN-1 から OAN に垂直に線を引くのだ。するとこの緑の三角形と赤い三角形が相似になるので、緑の線の長さと OA0 の長さの比が AN-1AN の長さと OAN の長さの比に等しくなるのだ。 OA0 は半径、つまり1なので省略し、 AN-1AN は1を m 等分したものなので m 分の1なのだ。 OAN を kn と置くと緑の線の長さは mkn 分の1となるのだ。次にこの緑の三角形とこの赤い三角形が相似なので、赤い線の長さと太い黒線の長さ、つまり半径なので h との比が緑の線の長さと OAN-1 の長さの比に等しいのだ。分母の1は省略するとして OAN-1 を kn-1 と置くと、赤い線の長さは mkn-1 分の1となるのだ。
これで赤い線の長さが求まったので、他の部分の線の長さを合計するとこのようになるのだ。ちなみにこの記号は n に1から m までを代入し、それぞれの値を足し合わせるという意味なのだ。つまり n=1 の値は一番左の赤い線の長さ、n=2 の値はその次の赤い線の長さで、これを最後の n=m の値まで足し合わせるというのがこの記号の意味なのね。そうなのだ。そして m を大きくするとこの値が4分の π に近づいていくのだ。よってこれをうまく計算すれば最初の公式が得られるはずなのだ。ただしこのままだと少し計算が難しいので、計算しやすくなるように少し工夫をするのだ。まずこの不等式が成り立つことを示す。これは先ほどの図を思い出すと、 kn-1 は OAN-1 の長さであり、 kn は OAN の長さなので、三平方の定理から不等式が成り立つことがわかるのだ。そしてそれぞれの逆数を取ると不等式は逆転するのだ。ここで上の式の kn に注目し、 kn を kn-1 に置き換えるとこの不等式が成り立つのだ。同様に kn-1 を kn に置き換えるとこの不等式が成り立つのだ。元の値は kn と kn-1 の両方の値が含まれていたけど、片方の値しかないもので挟まれたわね。ここで両側の値の差、つまり右側の値引く左側の値を計算してみるのだ。するとこのような式になるのだ。1つ目の値は n=1 からの和になっているが、 n=1 の項は mk0 の2乗なので、添え字をずらすことで n=0 からの和に書き換えられるのだ。するとここの中身が一致するので、1つ目の級数の n=0 の項と2つ目の級数の n=m の項だけ残り、それ以外は全て相殺されるのだ。左下の図で考えると k0 は OA0 の長さ、つまり1なので k0 の2乗=1、 km は OAM の長さ、つまりルート2なので km の2乗=2。よってそれぞれの値はこうなり、求めたかった差は 2m 分の1になるのだ。これを先ほどの不等式に当てはめるとこうなるのだ。ここで 2m 分の1は m を大きくすると0に近づき、この赤枠で囲ったところは同じ値なので m を大きくすることで不等式の両端は同じ値に近づくのだ。よって真ん中も同じ値に近づき、真ん中は4分の π に近づくと考えられるので、左辺も4分の π に近づくのだ。よって左辺を計算しても4分の π を計算できるのだ。分母に kn と kn-1 の両方があるものの代わりに分母に kn しかないものを考えればいいのね。そうなのだ。よって最初に計算した真ん中の値の代わりに左辺の値を計算するのだ。それではまず m 分の1を前に出しておき、 kn2乗分の1を計算するのだ。 kn は左下の図の OAN の長さなので、三平方の定理から kn の2乗は OA0 の2乗足す A0AN の2乗となるのだ。 OA0 は1であり A0AN は1を m と応分したものの n 個分、つまり m 分の n なので kn2乗はこうなるのだ。これを上の式に当てはめるとこうなるのだ。これで先ほどの値がこのように計算されたのだ。ここで赤枠で囲んだ部分の計算をするために少し特殊な変形を行うのだ。それは x の絶対値が1より小さい時に成り立つ 1+x 分の1に関するこの等式を利用するのだ。この等式が成り立つことを確認するために、まず 1+x と右辺の x 形状までの値との積を計算するのだ。 x の次数順に計算していくと x についての0次の項はここの1とここの1で1なのだ。 x についての1次の項は赤いペアと青いペアの2つがあり、符号がそれぞれ異なるので0になるのだ。 x についての2次の項も同様に赤いペアと青いペアの2つがあり、符号がそれぞれ異なるので0になるのだ。ということは3次の項から k 次の項まで同様に0になるのね。そうなのだ。そして k+1 次の項はこの青いペアのみなので残り、結局この式は
このように計算されるのだ。ここで k たす1次の項は x の絶対値が1より小さいことから k を大きくするとどんどん小さくなるのだ。例えば x が2分の1だったら半分の半分のそのまた半分と繰り返し半分にしていくうちにどんどん0に近づいていくのはわかるわ。よって両辺を1たす x で割り k を限りなく大きくすれば上の等式が成り立つのだ。これをさっきの式に当てはめてみる前に上の式のままだと長いのでコンパクトに書くとこうなるのだ。さてさっきの式を思い出すとこのようなものであり、この赤い部分の m 分の n は n イコール m の時以外は1より小さいので先ほどの式が適用できるのだ。n イコール m の時は例外なので先に計算しておくと n に m を代入すると赤線の部分は2分の1なので 2m 分の1になるのだ。それ以外の部分に下の等式を適用するとこのようになるのだ。下の x の式に m 分の n の2乗を当てはめたのね。そうなのだ。そして右辺を計算するためにこの青枠の値を詳しく見ていくのだ。n イコール1の時青枠の値はこのようになるのだ。これは右上の n に1を代入して左から k に0を代入した値、 k に1を代入した値、 k に2を代入した値を足していったものなのだ。 k が0の時に1なのは m 分の n の0乗が1だからで k が奇数の時に引き算されているのはマイナス1の形状がマイナス1だからね。そうなのだ。同様にして n イコール2の時はこう、 n イコール3の時はこうなるのだ。これを m-1 まで繰り返し上から順に足し合わせたのが上の式の値なのだ。つまり赤枠の中の値を計算した結果をさらに n について1から m-1 まで足し合わせているのだ。ここで足し合わせる順番を変えて先に縦に足し合わせてみるのだ。先ほど説明した通り一番左の列は k イコール0の時の値でそれを n イコール1から m-1 まで並べたものなのだ。同様に2番目の列は k イコール1の時の値を n イコール1から m-1 まで並べたもので3番目以降も同様なのだ。これを左から順に足し合わせることは n について足し合わせたものをその後 k について足し合わせていることになるのだ。これは式の上ではこの記号の順番を入れ替えることを意味し足し合わせる順番を変えても結果は変わらないのでこのように入れ替えても等式が成り立つのだ。先に k についての足し算をしていたのを先に n についての足し算をするように変えたのね。そうなのだ。そしてこの式を整理するため m の2形状分の1とマイナス1の形状を前に出すとこのような値が得られるのだ。よってあとはこれを計算すればよいのだ。だんだん複雑になっている気がするけど大丈夫？終わりが見えてこないわ。まあ落ち着くのだ。あとこの部分さえ計算できれば冒頭の公式が求まるのだ。この部分を取り出すとこうなりこれを計算するにはこの赤線の部分つまり1の2形状から m-1 の2形状までを足したものを求めればよいのだ。そのためにまずは1から m-1 までを足したものを計算するのだ。この式は分かりやすく書くとこうでありこれを後ろから並べたものつまり m-1 から1まで足したものを並べて前から1つずつペアにして足し合わせると m が m-1 個出来上がるのだ。そしてそれらを足し合わせた結果は m が m-1 個で m×m-1 となるのだ。上の赤い式と黒い式は同じ値なので実際はその半分つまり2分の m×m-1 となるのだ。次に n2 乗の和を計算するのだ。少し唐突だが n たす1の3乗引く n の3乗を計算するとこのようになるのだ。ここで両辺を n イコール1から m-1 まで足し合わせると右辺はこのようになるのだ。ここに n2 乗の和が現れたわ。そうなのだ。よって左辺を計算すれば n2 乗の和が求まるのだ。左辺を計算するためにまずこの青枠の n イコール1の値を計算すると2の3乗になるのだ。これはこの緑の枠の n イコール2の時の値と等しく符号が逆なので
足すと0になるのだ。同様にして青枠の値と緑枠の値が相殺されるため、残るのは青枠の n イコール m-1 の時の値、つまり m の3乗と緑枠の値の n イコール1の時の値、つまりマイナス1だけなのだ。この一番下の等式を赤枠の n2 乗の和について整理すると上の式のようになり n2 乗の和が求められるのだ。ここで両辺を m の3乗で割るとこのようになるのだ。後ろの項は m について2次以下の式であり、ここに m の3乗があるので m を大きくすればするほど分母の方が早く大きくなり、よって後ろの項は0に近づいていくのだ。したがって全体としては m を大きくすることで3分の1に収束するのだ。3分の1って公式の右辺にあった値ね。そうなのだ。同様にして n の2形乗の和を計算するのだ。n たす1の2形たす1乗引く n の2形たす1乗を計算すると、これは最高時の項が2形たす 1n の2形乗となるのだ。それ以下の項は省略するのだ。この両辺の n イコール1から m-1 までの和を取ると、右辺は n の2形乗の和の2形たす1倍と m に関して2形時以下の項の和になるのだ。左辺は先ほどと同様に m の2形たす1乗引く1となるので、赤枠の項に関してまとめるとこのようになるのだ。ただし2形時以下の項は省略するのだ。この上の式の両辺を m の2形たす1乗で割るとこのようになるのだ。右辺の2項目は分母が m の2形たす1乗、分子が m について2形時以下なので m を大きくすれば限りなく0に近づくのだ。よって m を大きくすると2形たす1分の1のみが残るのだ。さて、もともと考えていた式を思い出すとこのようなものだったのだ。確か m を大きくしていけばこれが4分の π になるはずね。そうなのだ。そして m を大きくすると初めの 2m 分の1は0に近づき、2項目の値はこのようにマイナス1の形状を無視すれば先ほど計算した値と等しいので、各項ごとに計算すればそれぞれは2形たす1分の1に近づくのだ。マイナス1の形状を考慮すればこうなり、これを書き直すと k イコール0の時は 1、k イコール1の時はマイナス3分の 1、k イコール2の時は5分の1。これを繰り返すとこのようになるのだ。元の式は m を大きくすると4分の π に近づくので、一番下の値は4分の π となり冒頭の公式が得られるのだ。これでやっと公式が証明できたのね。だんだん式が複雑になるからもうダメだと思ったわ。実は残念なことにこの証明は不十分なのだ。どういうこと？簡単に説明すると、1番目の式から2番目の式を導くときにこの赤枠の値が近づくこと、つまり差が0に近づくことを利用したのだが、0に近いものを無限個足したときそれが0になるのかという問題が残っているのだ。じゃあこの公式は成り立たないの？そういうわけではないのだ。この公式自体は問題なく成り立つのだ。ただ証明に少し足りないところがあるのだ。マーダバもそこまでは考えていなかったようだし、ここから厳密な証明を行うのは大変なのでこの動画でもやめておくのだ。代わりにこの公式を用いて円周率を計算することで公式が正しいことを確認するのだ。それでは公式を用いて円周率を求めてみるのだ。k イコール0から9まで、つまり10番目の項まで足し合わせ、その4倍を計算すると約 3.0418396 となるのだ。公式は4分の π だったから4倍が必要なのね。そして100番目の項まで足し合わせると約 3.1315 となるのだ。100回も計算して小数点以下1桁目までしか求まらないのね。そうなのだ。かなりの回数、計算が必要なのだ。一応10万番目の項まで計算すると約 3.141582 となるのだ。円周率を20桁まで書くとこうであり、10万番目の項まで計算しても小数点以下4桁目までしか求まらないのだ。これだと手計算で円周率を求めるのは難しいわね。そうなのだ。ただし
マーダバは公式をこのまま用いたのではなく、少し改良したもの、つまり元の公式に FN という補正項を加えることで計算の効率を大幅に向上させたのだ。では補正項、つまり FN をどのように定めたのか説明するのだ。まずこの補正を加えても4分の π に収束することを確認しておくのだ。補正項を加えたものを CN と置くと N を大きくした時 FN が0に収束するとすれば、右辺の1番目の項は4分の π に収束するので CN は4分の π に収束することがわかるのだ。よって FN が0に収束するなら CN を用いても円周率を計算できるのだ。それでは FN をどのように定めるべきなのか考えてみるのだ。もし CN イコール CN 足す1が成り立つなら CN が4分の π に収束することと合わせると最初から CN が4分の π に一致することがわかるのだ。またこの等式は FN を用いてこのように表すことができるのだ。両辺をマイナス1の n 乗で割り整理するとこうなるのだ。これを厳密に満たす FN を見つけるのは大変なので、代わりにこの式を大体満たす FN を探すのだ。 2n 足す1分の1の分子分母をそれぞれ2倍するとこうなるので、 FN と FN 足す1が大体 4n 足す2分の1に近いものを考えればよいのだ。 F1n を 4n 分の1と置くと F1n 足す1は 4n 足す4分の1なので、足せば大体 4n 足す2分の2になるのだ。これで本当に計算効率が上がるのか確認してみるのだ。10番目の項まで計算した後に F1 による補正を加えた結果はこうなり、円周率は大対項なので小数点以下3桁目まで一致しているのだ。100番目の項まで計算するとこうなり、小数点以下6桁目まで一致しているのだ。補正なしだと10万番目の項まで計算しても4桁目までしか一致しなかったのに、補正を入れると100番目の項まででそれを超えたわ。このように補正項を加えると計算効率が劇的に向上するのだ。なぜこのようなことが起きるのか説明するのだ。まず補正なしの場合の収束の様子を図で表すと、赤い点が n-2 番目の項まで計算した値としたとき、次の点はそこから 2n-1 分の1を引いた値になるのだ。さらに次の点はそこから 2n 足す1分の1を足した値になるのだ。このように4分の π の前後を行ったり来たりしながらどんどん4分の π に近づいていくのだ。補正なしの場合はこの振れ幅が大きいせいで4分の π への収束が遅くなっているのだ。 n が100の時 2n 足す1は201だから振れ幅はだいたい 0.005 ね。 π を計算するときはその4倍の 0.02 ほど振れ幅があるから100番目まで計算しても1桁目しか求まらなかったのね。そうなのだ。だからこの振れ幅が小さくなるように補正項を追加できれば収束が速くなると考えられるのだ。補正項を F1 とした時の振れ幅は CN 足す1と CN の差であり、これを計算すると途中の計算は省略するがこのようになるのだ。これは分母の n についての次数が3なので補正なしの時より振れ幅が小さくなるのだ。これを図で表すと赤い点から次の点までの振れ幅がこれで与えられるのだ。一応 n が10の時を計算すると約 0.0001 であり、振れ幅はたかだか 0.0004、 つまり小数点以下3桁目まで0なので F1 の補正により円周率が3桁目まで求められたことと整合するのだ。マーダバは F1 よりも良い補正項を2つ見つけているのでそれも紹介するのだ。補正項 F に n をこのように置くと CN 足す1と CN の差はこのようになるのだ。これは分母が5次式なので F1 の時よりもさらに早く0に近づいていくのだ。では実際に計算してみるのだ。10番目の項まで計算すると約 3.141590 で、これは小数点以下5桁目まで一致しているのだ。さっきは3桁目までだったから良くなっているわ。そして100番目の項まで計算するとこうなり、これは小数点以下10桁目まで一致しているのだ。さっきは6桁目までだったから
こっちも良くなっているわ。もう一つの補正項 F3 をこのように置き F3 を補正項として10番目の項まで計算するとこうなり、これは小数点以下6桁目まで一致するのだ。100番目の項まで求めるとこうなり、小数点以下14桁目まで一致するのだ。 F2 よりもさらに良くなったわ。マーダバは最終的に円周率のこのような近似値を得たのだ。これを小数点で表すとこのようになり、これは小数点以下10桁目まで一致しているのだ。この精度で円周率を求めるには補正項を F3 としても42番目の項まで計算しなければならないのだ。また42番目の項まで計算するとこの分数よりももっと複雑な分数になるので、おそらくその分数を適当に整理したと考えられるのだが、具体的にどうやって求めたのかは謎なのだ。これでマーダバの円周率の求め方を一通り説明し終えたのだ。円周率の公式自体も驚いたけど、補正項を追加することで計算が劇的に効率化されるのも驚いたわ。それは僕も驚いたのだ。それに補正項が連分数で与えられるのも不思議なのだ。そして補正項があるとはいえ円周率を手計算で10桁目まで求めたのもすごいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。